こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品は、こちらのモコモコのハーフムーン型のバッグの編み方をご紹介したいと思います。こちらに使用した毛糸はですね、フースさんのテリアという糸と、だるまさんのループという糸を2本引き揃えで編みました。で、フースさんのテリアっていうのは以前動画でもベストを編んだりしたんですけど、ウールとナイロンの、なんかこうふわふわ、綿菓子のようなふわふわ感とナイロンのすごいチラチラキラキラっとした糸が魅力的な糸で、それにさらにこの、じゃーん。このモコモコ見えるループ状の糸ですね。こちらがウールとベビーアルパカの糸なんですけど、だるまさんのループという糸、この2本引き揃えて編みました。このね、モコモコ、もうパッと見可愛いこのモコモコ。で、このモコモコの向こう側にこのチラッチラッと見えるこのキラキラふわふわの糸がめちゃめちゃ可愛いっていう感じの作品になっております。この、モコモコ、パッと見モコモコが可愛いのは当然なんですけど、このモコモコだけじゃなくて、このモコモコの向こう側に、このキラキラした、ちょっとこのメランジっぽく見えるこの糸の配色っぽい感じもですね、すごくこう、おしゃれなポイントとして仕上がってるのではないかと思っております。すごいなんかこなれた雰囲気に、なるんですよ。こうやって持つと。なんか、あの人ちょっとおしゃれだなっていう感じのバッグに仕上がったなと思ってます。で、デザインのポイントはもちろんその糸にもすごくシンプルなんでね、もちろん糸を活かすのが一番なんですけど、もう一つのデザインポイントとして、ここ、ノットデザインにしました。ちょっとこうギュッと結んであって、ここがゴロッとするんですね。これがやっぱりこう、持った時に、なんかちょっとこう、ね、こういうところに来てアクセントになるんじゃないかなと思ってます。普通にね、ワンハンドルでもいいかなと思ったんですけど、こういうのがあることによってすごくこう今っぽい感じのデザインになってます。でね、今見てる方、そう、これもお揃い。この帽子とバッグのセットアップっていうのが私すごい可愛いなと思って、やりたいなと思ってたんですよ。でもこれやるしかないなと思って、この糸可愛いし、セットにしました。で、この帽子、見て、ちび耳。ちっちゃく耳があります。このちび耳の猫さんのキャップと、ちゃんと普通のサイズの猫さんのキャップはまたおいおい動画では出す予定なので、これは見たい方はまた別の動画も見ていただけたらと思います。で、こんな感じで、帽子と、このバッグ、セットアップで持って、なんかこんな感じのカジュアルな服装に持つのが可愛いかなと思ってます。これフードは GU のヘビーウェイトなんちゃらみたいなパーカー、パンツもセットで年末年始で買って、これですごい楽ちんに過ごしました。で、なんかこんな感じのね、なんかこれだけだとちょっとカジュアルすぎるので、ちょっとこういう感じで、キルティングのベストなんて合わせて、ちょっとそこまでマッチしよう、みたいな感じでコーディネートをしました。いかがでしょうか？こんな感じ。かわいいですね。で、もう編み方はもうとにかく簡単。編み方は簡単です。ただ、これループの糸なので、この編み入れる場所が、特に作り目から1段目編み入れる箇所がすごく見えにくかったりするんですね。慣れてない方は、どこだってなると思うので、動画でも紹介した通り、目数リングなどをしっかり使いながら編んでいってください。そうすれば、どこだってなっても、リングがガイドになるので、ちゃんと編めるとは思います。で、図案通り、増やし目の位置でも増やし目をして、増減がない段はもうただただ長編みを編んでいく。ただ、それだけ。編み方はすごく簡単にできます。で、このハンドルのパーツと、このバッグ本体のパーツを編んだら、ガチャンと縫い合わせて、ここにね、マグネットのホックがついてます。このマグネットのホックをパチって止めたら完成です。で、ネームがここについてます。こんな感じ。ネームなるとちょっと恥ずかしかったりするんで、ちょっとネームは体側にして持とうかななんて思っております。そして、こちらのバッグ、キット販売させていただこうと思っております。こちらのバッグが編めるキットです。で、このキットを買っていただくと、アマリートで、このお花のハンドルのミニ巾着が編める編み図がセットになります。こちらの巾着、こんな感じでね、ハンドルがお花で、これハンドルめちゃめちゃ可愛いんですけど、これ、ハンドルになってて、ここはちっちゃいこんな感じの巾着。こちらの編み方もまた後日公開します。はい。で、こちらとこちらが編めてネームが2枚ついてくる
キットになってます。私は、これじゃなくて、バッグと帽子をセットにしたいよ。私みたいにね、もとこさんみたいにセットにしたい。って方は、だるまさんのループを別売りでページを作って販売します。で、そこで追加で2玉購入していただけたら、このセットが編めます。っていう風になってます。なので、そのループ2玉購入していただけたら、この帽子の編み図もセットにします。帽子変わりました。これ空張りなんですけど、で、ちなみにこの帽子の編み図なんですけど、今この耳が、こっちはちょっとちっちゃかったんです。なんか大人なんであんま耳がでかいとちょっと恥ずかしいなと思って、ちび耳の猫耳キャップと、このちゃんとした猫耳キャップ。この2種類は1つの編み図にセットになっております。で、カラーは2色展開で、こちらのグレーとこちらのベージュですね。この白とベージュがこちらちらっと見える、この2色展開になっております。こんな感じ。ちょっとちっちゃい耳。こんな感じでちっちゃい耳なんです。ね。ちょっと今いろいろ喋ってごちゃごちゃっとしちゃったんですけど、要はとにかく、このバッグのキット、アマリートの巾着、そして帽子とセットにしたかったらループ2玉を追加してください。っていう形になってます。こちらまたちょっと図とかでね、ちょっとこの辺に出したり、あとオンラインショップの方にも、記載しておきたいと思います。はい、ちょっと長々喋ってしまいましたが、さっさとね、編みたいよ、早くしてよって方もいらっしゃると思うので、この辺で。はい、それでは編み始める前に、概要欄に糸の詳細、道具何使ったとか、オンラインストアの URL、SNS、インスタグラムやってるので、インスタグラムの URL などなど記載します。もしよかったら見てみてください。あと、そうですね。毛糸の楽天とかでも買えるよみたいな URL も記載しようと思ってるので、いろいろ必要に応じて見ていただけたらと思います。はい。それでは、早速、編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。フースさんのテリアという糸とだるまさんのループという糸です。まずこのフースさんのテリアの方はウールとナイロンの糸で、このようによりのほとんどかかってないふわふわっとした柔らかい糸ですね。で、その周りをこう取り巻くというか、その間に一緒に編まれたナイロンがですね、結構キラキラときらめくのが特徴的な糸となってます。で、こちらがだるまさんのループで、ウール 83%、ベビーアルパカ 17% のすごい肌触りのいい糸なんですけど、見るからにこのくるくるとした羊さんの毛みたいな、このくるくるとしたループ状のこの形状が特徴的な糸になっています。この2本を、引き揃えて編んでいきます。で、使用するかぎ針はこちらの 7mm のジャンボのかぎ針になります。それではこのように2本の糸を同時に合わせて編んでいきます。ここからまず作り目を鎖編みで14目編んでいきます。糸このように持って針を持って糸の下に針を当ててくるっと回して針に糸をかけます。で、引っ掛けて輪に通す。で、結構これループ状の毛で目が見えにくいんです。なので今回は目数リングをしっかり使いながら編んでいくと分かりやすいかなと思います。それでは編んでいきます。針に糸をかけて輪に通す。これで作り目の鎖編みが1目編めました。で、針に糸をかけて輪に通す。これで2目目で、ご覧の通り結構見にくいです。なのでこの鎖目のこのループの鎖の目ですね、この右側1本というか、ここに1目目にまず印をこんな感じでつけときます。で、3目4目5目という風に14目編んでいきます。鎖編みで14目作り目が編めました。それではこちらが図案になっています。まず1段目、立ち上がり鎖編み3目を編みます。で、作り目のこの14目目にまず長編みを1目編み入れます。で、そこから先、長編みを
全部で12目編みます。そして作り目の1目目に針を入れて、長編みをここは3目編みます。で、今度反対側ですね。反対側はこちら上側の長編みを編んだ時は鎖1本と裏山を拾って編んでいます。なので残り余った鎖1本を拾って、ここは長編みを12目編みます。で、作り目の14目目、ここに長編みを最後1目編んだら引き抜き編みをして編み終わるという風に編んでいきます。それでは1段目編んでいきます。わからなくならないように14段目にも印をつけておきます。こんな感じ。で、これ1目目、5目目、10目目に今リングがついています。それでは編んでいきます。まず立ち上がり鎖編みを1、2、3目。そうしたら、この作り目の14目目、この印をつけたところですね。こちらの鎖の上1本と裏山を拾って、この鎖のこの手前側1本だけを残すような形で針を入れて、長編みを編みます。で、こちらの作品なんですけど、数を数えながら段ごとの目数が合ってればいいやって形で、なんかそんな感じで編んでいけばいいかなと思っていて、というのも結構モコモコして多少間違えてもわからないであろうっていう感じですかね。あんまり間違えない方はもちろんいいんですけど、この正直前段が見えにくかったりするので、ここは、ある程度気をつけつつ、あんま神経質にならない範囲で。で、編むときに、1、2、3というふうに数を数えながらね、編みます。で、まずはここ12目ですね。12目編んでいきたいと思います。間違ってもいいっていうのもちょっと言い方が変なんですが、それくらいおおらかな気持ちで編んでも、こう、ミスが目立ちにくい糸というかですね、モコモコしてるので、編みにくさもありつつ、間違いも気づきにくいというか、見にくいというか、目立たないみたいな感じで編んでいきます。こんな風にね、これ今長編みを編んでるんですが、1、2、3、4、5、6、7、8編めました。で、まずあと4目長編みを編みます。で、これ作り目の5目目ですね。こんな感じでリングをつけてると目安になるのでわかりやすいです。はい。これで12目です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12目編めました。そうしたらこの作り目の1目目の部分ですね。ここに長編みを3目編みます。はい、長編みを3目編み終わりました。そしたらガイドとして、この3目、1、2、3目編んだ真ん中の長編みの頭の鎖に針をつけておきます。で、この作り目の、立ち上がり鎖3目の3目目にも針をつけておくと分かりやすいです。ここに長編みがあって、で、ここが長編み1目目の頭の鎖ですね。ここに、鎖編みの3目目、立ち上がり鎖3目の3目目。こ
にこんな感じで印をつけて編み終わりの位置をしっかりわかるようにしておきます。はい、それでは次、今度こちら側編んでいきます。今ここに長編み3目を編んだので、この次ここからこの白いリングの1個手前、ここに12目編んでいきます。こんな感じで残ってる鎖1本に針を入れて、またここから12目数をしっかり数えながら編んでいきます。はい、12目で、数えるときはこの長編みの足を数えると数えやすいです。こんな感じで。で、最後にこの白いリングがついている作り目の14目目、ここに針を入れて長編みを編んで、で編み始めでこの糸リングをつけた1目に立ち上がり鎖3目の3目目ですね。ここに針を入れて引き抜きます。はい、これで1段目が完成です。それでは2段目、2段目以降増やし目をしていきます。2、3、4増やし目をして5段増減なし、6増やし目して7増減なしという風に図案通りに編んでいきたいと思います。で、基本的にこちらはもう長編みが編めたら OK って形ですね。で、こういう V になっているとここが増やし目。これが1段につき6箇所あります。1、2、3、4、5、6ですね。2段目も1、2、3、4、5、6。という風に図案通りに編んでいきます。まず2段目、立ち上がり鎖3目を編みます。そしたら次長編みをこの前段の立ち上がり鎖3目の3目目、先ほど引き抜き編みをした場所ですね。同じ場所に針を入れて長編みを編む。で、次の長編みに増やし目。で、またそれ以降はここ12目数える。で、その次。この作り目の1目目に編み入れた長編み3目それぞれに増やし目をしていく。で、また12目編む。で、この長編み1目に増やし目長編み2目ですね、編み入れたら引き抜き編みをして閉じるという風に編みます。それでは2段目を編んでいきます。立ち上がり鎖編みをまず3目編みます。それではこのリングがついているとこですね。これ前段の鎖3目の3目目なので、ここに針を入れて長編みを編む。で、これは取ってしまって、またここ立ち上がり鎖3目の3目目につけておきます。
そしたら次は長編みの頭で、このちょっとキュッと気持ち引っ張るとこんな風に見えるんですね。この隙間というか、こうわかるかな。こう長編みのこの頭の鎖があって、ここに足がある。で、ここにこんな感じで針を入れて編みます。これで長編みの頭の鎖が拾えてます。まず同じ場所に長編みを2目編みました。こんな感じ。で、ここから先は1目に対して1目、1目に対して1目長編みを編む。次もここ。次もこのようにして12目編んでいきます。12目編めました。それでは今度この端の1目目、作り目の1目目に長編みを3目編み入れた場所ですね。この3目にそれぞれ2目ずつ長編みを編み入れていきます。針に糸をかけて、この長編みですね。ここに長編みを1、2。で、次このリングがついているところ、ここにそしてこの次の長編みの頭に1、2と、はい、これで増やし目が編めました。それでは次はここ12目長編みを編んでいきます。12目編めました。それではこの最後のこの長編み1目に長編みを2目編み入れて、これで2段目ができました。で、最後にこのリングをつけたここ針を入れて引き抜き編みをして、これで2段目完成です。とにかくこの作品は長編みが編めれば大丈夫で、あとは数を数えながら編み入れていく箇所をなるべく間違わないようにしっかり確認しながら編んでいくという風に編んでいきます。ではこちらが図案になっています。もうとにかく図案の通り増やし目のところは増やし目、増減なしの段は増やし目をせずに編むという形で11段目まで編んでいきます。はい、こんな感じで11段目まで編み終わりました。かなりモコモコふわふわですごい気持ちいいです。で、この段階でちょっとサイズを測ります。そこが15センチですね。で、バッグの上端が38センチ。で、ここの高さが22センチになっています。次はハンドルを編んでいきます。ハンドルはこのような形で平編みで表裏表裏と編んでいきます。で、最初まず12目作り目をして長編みを12目編む。で、2段目で減らし目をします。減らし目をして10目にして、そこからはずっと10目で増減なしで編んでいきます。それではハンドルもバッグ同様引き揃えて編んでいきます。まずはバッグの底と同じように作り目を編んでいきます。作り目を12目、1、2、3、4。このような形で12目編んでいきます。12目編み終わりました。それではここから長編みを編んでいきます。1、2、3目。リングをつけて、作り目の鎖編みの鎖1本と裏山を拾いながら、全部で12目ですね。立ち上がり鎖3目、これを長編み1目とカウントするので、実質長編みを編むのは11目となります。
12目編みました。では2段目を編んでいきます。まずは立ち上がりを1、2、3目編みます。で、くるっと回して針に糸をかけて、1、2目目、ここに長編み。で、その次の目で減らし目をします。減らし目は長編みの2目一度を編みます。針に糸をかけて、前段の長編みの頭に針を入れて糸を引き抜く。で、途中までの長編みを編みます。このような形で、途中まで編んだらもう一度長編みを途中まで編みます。隣の先ほど針を入れた隣の長編みの頭に針を入れて糸をかけて途中までの長編み、そして針に糸をかけてこの3本、針にかかってる3本を一気に引き抜く。これで2目一度で減らし目ができました。そしたらここから長編みをまず4目編みます。1、2、3、4で、もう一度減らし目をします。途中までの長編み、途中までの長編み、一気に引き抜く。これで減らし目ができました。で、また長編みを1目編んで、この印をつけた前段の鎖3目の3目目に針を入れて長編みを編む。これで2段目が完成です。そしたら3段目からは増減なしなので、もうとにかく前段に習いながら、前段の長編みに針を入れて、とにかく各段10目ですね、長編みを編んでいきます。はい、24段目まで編み終わりました。それでは25段目で増やし目をします。この1、2、3目目のところに長編みを2目、3、4、5、6、7、8目目のところにまた長編みを2目編み入れることによって、この段が12目になります。で、次の段はそれぞれ1目に対して1目編み入れていって12目編んでいきます。それでは25段目編んでいきます。まず立ち上がり鎖編みを3目編みます。そして次の目にも長編みを1目、はい、そしたら次の目で増やし目をします。1目に対して長編みを2目編み入れます。同じ目に長編み。これでここで増やし目ができました。で、またその次は長編みを1目に対して1目編みます。ここまで編みました。残り1、2、3目です。ここで増やし目をします。1つの目に対して長編みを2目編み入れる。で、また次長編みを編んで、最後は前段の立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて長編み。はい、これで25段目全部で12目編めました。次26段目も12目編みます。全部で26段編み終わりました。編み上がった時点のサイズです。長さが59センチ。で、この中心部分の幅で10センチとなっています。それでは、この状態で、こことここをキュッと結びます。こんな感じで。はい、結びました。
この、今ここの部分が、6センチですね。6センチほど残してあります。反対側も同じように結んでいきます。はい、こんな感じ。ちょっとキャンディーみたいな形になりました。このキャンディーみたいにした残したここですね。ここをこのバッグのここにこんな風に縫い付けていきます。そしたら毛糸を50センチぐらいですかね。カットしてとじ針に通します。そしてまずここを縫っていきます。ここから端から8センチぐらいの場所ですね。をちょっとここを閉じたいと思います。はい、そしたらちょっと見えにくいんですが、できるだけこの内側のこの鎖編みですね。鎖編みじゃなくて、あれです。長編みの頭の鎖を内側1本ずつを拾うようなイメージでかがっていきます。こんな感じです。そしたらこの糸は一旦カットします。そしたら次はこちらですね。ハンドルの今このパカッとなってるここを剥ぎます。はい。そしたら、これを、こんな風に、ここ剥ぎ合わせた場所ですね。ここですね。ここ剥いだところと、ちょうどこの今剥いだところが、位置が合うように、こんな風に、カパッとかぶせます。そして、このハンドルとバッグの本体を、かがって、ハンドルを縫い付けていきます。
で、全部剥ぎ終わったら、内側に糸はしまって、糸を始末します。そして反対側も同じようにつけていきます。ハンドルが縫い付け終わりました。で、縫い付け終わったら、ちょっとこの位置を調整したりして、可愛いと思うベスポジに調整していっていただけたらと思います。できるだけバッグに近い方にこのノットの部分がある方が可愛いかなと思ってます。こんな感じで、ハンドルの位置の調整が終わったら、最後にマグネットホックをここにつけていきます。そしたらこの中心の、中心にマグネットホックをつけていきます。メジャーなので測ってちょうど中心に来るようにホックをセットします。で、こういう糸ですね。糸と針でチクチク縫っていきます。私は今黒い糸と、黒い糸で縫ってます。こんな風に4箇所縫っていきます。そしたら反対側もホックをつけて、こんな風に重なるようにですね、ホックをつけていきます。はい、マグネットがつきました。こんな感じで荷物が飛び出さない仕様になってます。それでは最後にネームをつけていきます。この辺の位置につけようと思います。はい、完成しました。このモコモコとコロンとしたフォルムの可愛いワンハンドルバッグができました。ポイントはやっぱここですね。この持ち手のこのノットがアクセントになって、とっても可愛く仕上がりました。それではサイズです。編み上がりのサイズとかは、途中で測った通りです。で、今仕上がった状態のサイズをざくっと測ります。横が33センチ。で、バッグの高さが20センチぐらいですね。で、ハンドルの長さ、ちょうどこのノットから測ろうと思います。ノットからノットまでだいたい28センチぐらいになってます。そして重さです。重さが 151g。ループを約3玉と、フースさんのテリアをだいたい 60g ぐらい使いました。1玉以内です。いかがだったでしょうか？もこもこワンハンドルのハーフムーンバッグ。もうね、糸のモコモコでちょっと編み目が見づらいぐらいなんです。あとはもうとにかく長編みさえ編めれば編めます。超簡単に。しかもね、ジャンボ針で編んでいくので、かなり早く編めると思うんで、ぜひぜひ、いろいろ編んでみてください。自分用と友達用とかで編んでもお揃いで被ったりとかしても楽しいし、いいと思います。はい。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。またねー。